シェイクスピアの戯曲から現代のテレビドラマに至るまで、手段を選ばない悪辣な作詞は私たちが憎むおなじみの悪役となっています。何世紀にもわたりあまりにも身近であったため、このような人物を指すマキャベリアンという言葉が生まれました。しかし私たちはこの言葉を誤用し続けてきたかもしれません。16世紀初めの政治家だったニッコロ・マキャベリは歴史や哲学書以外に戯曲も数多く執筆しました。しかし後世にまで残る悪名はその当時だけでなく、未来の君主に向けた君主論として知られる短い随筆によるものです。このような作品はマキャベリが初めてではありません。実は古代にまで遡ることができる伝統的なもので、君主の鏡として知られるジャンルがあります。しかし先人たちとは異なり、マキャベリは理想の政府を描いたり、公正かつ道徳的に統治することを進めたりはせず、権力そのもの、それをどのように獲得し維持していくのかについて焦点を当てたのです。そしてその出版後数十年で君主論は悪魔的な評価を得ました。ヨーロッパにおける宗教戦争中、カトリックもプロテスタントも敵側の暴力や専制を招いたとして一様にマキャベリを非難しました。16世紀末までにはシェイクスピアがマキャベリをモラルに欠ける日和見主義者、巧妙に立ち回る悪者の同義語としてマキャベリアンを使用しています。一見すると君主論が暴君の手引き書であるという評価は納得できるものです。マキャベリはモラルについては権力の維持に有用であるか有害である場合を除き全く無関心のように見えます。例えば君主は自分の権力を維持するために必要な残虐性を考慮し、一撃で将来の安定を確保するよう進められています。周辺地域の攻撃や宗教の少数派を弾圧したりすることを効果的な占領方法として挙げています。君主の個人的な振る舞いについてはマキャベリは誠実さや寛大さといった美徳を示し続けるよう勧めますが、自分の利益が脅かされる場合はすぐに放棄するようアドバイスします。為政者に向けた最も有名な言葉は、愛されるよりも恐れられる方が安泰であるでした。君主論にはフィレンツェの統治者となったばかりのロレンツォ・デ・メディチに対して細分化されてしまったイタリアの国家都市の統一を促す一文さえあります。多くの人は冷徹なリアリズムと国内外の争いで細分化したイタリアの平和を望む気持ちに後押しされたとしてマキャベリを正当化しました。この見方に基づくとマキャベリが最初に受け入れがたい現実を理解したことになるのです。つまり政治の安定という大義のためならどんな卑劣な戦術も価値があるということです。哲学者アイザイア・バーリンは君主論は不道徳なのではなく、古代ギリシャの道徳に耳を傾け、国家の栄光をキリスト教の理想である個人的救済に優先しているのだとしています。しかし本当のマキャベリはこの図式に当てはまりません。彼は14年間フィレンツェの外交官を務め、選挙で選ばれた共和党政府を忠実に守り、君主たちに反抗したのです。メディチ家が権力を握った時、彼は失脚しただけでなく拷問や追放までされたのです。このことを考えると、彼が追放先で書いた小論は君主による統治の擁護ではなく、その機構を酷評する記述として解釈できます。実際にスピノザのような啓蒙思想家は、野心的な支配者がさまざまな方法で征服しうることを自由市民に警告する書と解釈しました。実際どちらの解釈も正しいと言えます。専制君主の手引きともいえる書を共有することで、支配されうる側にもその手段を明かしたとも言えます。そのことにより彼は政治哲学を改革し、ホッブスや未来の思想家たちが先入観を伴う理想よりも具体的な現実に基づき人事を研究する基盤を築いたのです。マキャベリは残忍かつ驚くべき率直さで権力に関する通俗的な妄想を打ち砕こうと模索しました。友人に宛てた最後の手紙ではこう記しています。地獄に落ちぬようそこに続く道を知るべきだと。学びを続けたいですか？これらの動画を視聴してください。知ってると思っていたことの新しい見方や知らなかったことに出会えます。登録して好奇心を持ち続けましょう。